今日ね、軽トラ、新車が納車されました。前の軽トラね、まだここにいるんですけど、だいぶ傷んできまして、エンジンとミッションの間からね、オイルダダ漏れでね、オイル足しながら走ってたんですよね。パワーステアリングの機能が前から調子悪くて、それは直そうかなと思ってたんですけど、なかなかね、バラしてしまうと足がなくなっちゃうんでね、伸ばし伸ばしになってたんですけど、そのうちにですね、エンジンの方からオイル漏れがしだして、さらにですね、どうもピストンリングがダメになってきてるんじゃないかと思うんですけど、排ガスが結構臭いんですよ。で、オイルが燃焼してるような感じの匂いがしてましたんで、その辺ね、エンジンバラしてピストンリングまで変えるとなると、なかなかね、素人では難しいので、自動車屋さんにやってもらうことになるんですけど、結構高くつくんですよね。ピストンリングが悪いんじゃないかというのと、からミッションとエンジンの間のガスケットがオイル漏れしてると。で結構漏れてるんですよね、ここはね。でそんなんもあってですね、さらに年末にお釜掘られましてね、それは治ったんですけど、車の方はね。人間様の方は耳鳴りが翌日の朝からしてまして、病院に通ってるんですけどね。そんなこんなでね、もう修理するのが結構高くつくということで、中古車探してたんですけど、皆さんご存知の通り今、軽トラ中古がなかなかないんですよね、いいのがね。めちゃめちゃ高いんですよ。アメリカとかヨーロッパとかでね、大人気でね、中古車が全部あっち行っちゃうもんですから、もうほんとね、いいのがなくて、でたまたま探してたらですね、ディーラー在庫で新車があったんでね、グレードも選ぶ余地もなく、どうせ買うならジャンボがいいなということを言ってたら、たまたまなんで買いました。今忙しいんで、なかなか触る暇がないんですけど、コンポないし、ETC もついてないし、あと何もないんですよね。前の車インバーターつけてコンセントつけてたんですけど、その辺のものも何もないんでね、全部こっちに移してこないと不便でしょうがないんで、やっていこうと思うんですけど、今の時期忙しくてどうしようかなと思っております。で、3月いっぱいまでにね、前の軽トラね、廃車しないと税金がまたかかってきてしまうんでね、なんとかあと1週間のうちに頑張って積み替えたいと思います。インバーターまではすぐにできるかどうかわかんないんですけど、サブバッテリーをね、積む場所がね、またないんですよ。前はね、荷台のスタッカーが結構グスグスだったんで、そこへサブバッテリー裏からつけたんですけど、結構詰まってるんですよね。新しい車はね。だから積む方法をね、考えないといけないです。いろいろついてますよね、今度はね。エアバッグはもちろんついてますし、これ4駆なんですけど、で、フロックとか、この衝突防止ですね。オートブレーキとかついてんのかな、よくわかんないですけど。カメラもついてますもんね、ここね。これね。そういう機能がついてるのかな、あんまりよくわかんないんですけど、多分ね、一番グレードのいいやつだと思います。それで、オプションで付けたのは、荷台のゴムマット。これね。あと、縁ね。脚立とか結構積んだりするんで、縁のゴム付けてもらいました。それから、あと、サンバイザー。これね、大きいやつね。サンバイザーじゃないよね。これなんて言うんですか？雨降ってる時にも隙間開けれるやつね。サンバイザーはこれですよね。その辺をつけてもらいました。で、もちろんオートマね。オートマじゃないとね、ハンバーガー食いながら走れないんで、パワーウィンドウ、キーレスエンジンもこのボタンでかかるようになってます。で、いらないのがこれですよね。これだけはなんとかしたいですよね。いちいちエンジン止まるやつね。これはもう100害あって一理なしなんで、なんとかしたいと思います。ランプ。これは普通の電球ですね。こんなんも LED に変えたいですよね。ほら、棚、ついてます。これ多分ね、めちゃめちゃ便利だと思いますね。軽トラの場合はね、なんせ荷物置くところが少ないんでね、こういうのが欲しいですよね。で、これジャンボなんで当然ね、背もたれの後ろが20センチ、30センチぐらいですかね。荷台というか、ちょっとしたスペースがあるんでね。これはめちゃめちゃ便利だと思います。今までね、このスペースが全くなかったんでね、リクライニングはできないし、カバンとかを持ってるとね、
2人乗ったら大変なんですよ。助手席に1人ね、乗ったりすると、もう窮屈でね、しょうがなかったんでね、今回はジャンボにしました。この辺はあれですね、全然変わってないですね。で、ここにドリンクホルダーが2つついてるの、ここはいいですよね。こっちね、運転席には、ここにもドリンクホルダー、ちょうどエアコンの吹き出し口があるんでね、冷たいドリンクも熱くならなくていいんじゃないかなと思います。そしてメーターパネル。なんか陽気ランプついてましたよ。ちょっとエンジンかけてみましょうか。めっちゃついてるでしょ。なんか静かですね。新しいエンジンは全然違います。この辺のボタンは多分メーカーオプションではあるんでしょうけどね。はい、メーカーオプションは全くついてないです。フォグですね。ライトオートもう初めからついてるしね。前はオートライト後付けでつけたんですけど、初めからついてます。そしてワイパーもね、間欠とか全部ついてますよね。今度は時計これね。これってあれかな、電波時計じゃないんかな。この時計合わせるやつがついてて、だからこれが距離ですね。ちゃんとボタン押せるようになってますね。前はね、トリップメーター、じゃあゼロにしといてっていうやつね。あれついてなかったんですよね。ミラーも電動ですね。なかなか。こっちはアンダーミラーまでついてますね。至れり尽くせりですよね。軽トラやのにね。じゃあ向こうの装備を3月末までに全部外しといて、順次こっち積んでいきたいと思います。外回りの機能も見ときましょうね。ヘッドランプは LED 入ってますね。そしてフォグランプもこれ LED ですね。でもこのウインカーは電球ですよ。ポジションランプも LED やね。ウインカーがこれ切れたらリレーがハイフラになるっていう機能がついてるがためにこういうことになってるわけですね。鬱陶しいですよね。全部 LED にしてくれたらね、めんどくさくなくていいのに。これはどうなんでしょう。ブレーキランプとか、ポジションは LED なのかな、どうなんでしょうね。これ、ウインカーはあれですよね。電球ですね。バックランプ。それから、ライセンス灯も電球やね。中途半端ですね。今時も全部 LED にしてくれたらええのにね。で、荷台のね、ここへこんでるからね、ちょうどね、6段の脚立とかが乗るんですよね。ここがね、へこんでないとね、厳しいもんがありますよね。コンパネとかね、買いに行った時に、これがないと多分乗らないでしょう。パネとかよく乗せますもんね。で、助手席にもこのボタンがついております。で、これね、下ね、結構いっぱいですよね。この辺にもしかしたら100アンペアぐらいのバッテリーだったら乗るかもしれないですね。ちょっと下にマフラーがおるからね、ここね。これを一遍外さないと乗せれないですよね。なかなか厳しいもんがありますよ。タイヤ、これホイールはね、鉄鎮です。軽トラなんでね。こっちのね、バスの方がアルミが欲しいですね。シーもね、いっぱいで、こっちは来ないですよね。今、こればらしました。これね、何にもネジついてなかったです。前引っ張るだけで、これ取れました。そして、このね、配線、ハザードの配線が1個コネクターで刺さってました。これですね。これね。それと、この上もね、ポコポコっと上に上げると取れました。そして、向こうの軽トラからね、外してきたコンポ。これを、こっちの車のね、金具。これはね、ついてなかったんで、別に車と一緒にね、注文しときました。この部品ね。これはね、買わないと絶対つかないです。これね、注意してくださいね。これ買っとかないとつけられない。で、コンポ外してきて、金具を付け替えて今持ってきた状態です。でね、この配線が前もダイハツなんで一緒だということで、このコネクタね、そのまま流用します。で、今見たら配線ないやんと思ったらね、ここに刺さってる分ね、これナビつける用の配線と、これカーコンポ用の配線ね。これが、ここね、止めてあるんですね。これがぴったり合うようです。そして、これがね、すごいガバッと開くんでね、すごい作業しやすいですよね。これとね、これね、コンポの配線と車側の配線ね、これを
接続します。多分配線はこれだけでいけると思います。スピーカーもね、ついてるんでね。それで、これをはめます。で、ネジが、これ1本だけね、車側についてました。そしてね、この金具にネジ3本、なんで3本ついとんかなと思って、中途半端やなと思ってたら、1本は車についてました。で、つきましたね。これで電源入れてみましょう。あ、これアンテナって、ラジオのアンテナの線出てた？ラジオのアンテナの線がいるんじゃない？まあ聞かへんからええねんけど、もう一遍外しますね。昔のコンポはこれ、一遍電源抜くと記憶喪失になるんですね。忘れてました。ラジオのアンテナ。これかな？あ、これ。こんなとこ刺さってました。はい、刺しました。はい、これで止めます。ラジオのアンテナってどっかついとんやろな。またロットアンテナがついとんですかね。電源、これラジオなら、はい、2段のロットアンテナがついてました。3時です。ということですね。ラジオ入りましたね。Kiss FM 神戸って言ってますわ。はい。そしたらコンポは来ましたね。あとは ETC ですよね。ETC のアンテナをどこにつければいいのかな？ ETC ね。とりあえずどこにつけるかな。あんまつけるとこないんですよね。見えるとこつけたら嫌やしね。まあちょっととりあえずここね、戻していきましょうか。はい、そしたらこれメーターパネルの枠ね。で、これでハザードのコネクター挿しました。あ、簡単やね。うまいことできてるわ。あ、そうなん？これ、こんな隙間が空いちゃいますね。こりゃ、また今度なんか宿題ですね。また考えます。この金具ね、で、モニターをね、つける台座を作っていきたいと思います。んで、
こっちもどの辺で曲げるかちょっと見てこんとあかんね。ちょっと見てきますね。ちょうどこの印ぐらい。ちょっと曲げすぎた？ここでちょっとこういう感じになってくれたら。で、ここを飛ばさんとダメなんですよね。サンダーで飛ばすか。これでね、いけるでしょう。ちょっと行ってみましょうか。これをね、ここに入れて、ちょっとあれやな、突っ張るね。もうちょっと M 字にするか。こんな形にしました。で、これがね、ここに刺さって、こういう感じになります。でね、こいつが、ここに、こうつくというようにしようと思います。重さ的にいけるかな？まあ、大丈夫やと思いますね。これ、上と下でね、広がる感じで押さえつけるので、これ、両面で留めるんですけどね。で、こいつのネジやね。これと同じネジ探していきたいと思います。探してきます。これね、今、この中ね、さっきの金具、両面テープで留めました。そして、これネジで留めてきたんで、裏からね。で、これ周り止めね。これ留めます。そして、これぐらいかな。で、ここを留めといて、そしてこれタブレットを乗せて閉めると。こんな感じでどう？これちょっと上向きすぎ。背中の窓からね、光が当たると反射して見にくいんで、ちょっと下げますね。これぐらいかな。まず Bluetooth の設定をせんと忘れとんかな、これ。こいつはコンポ入れます。両口南側すぐのところにあるラジオか。AUX Bluetooth これ繋がんのかな。繋がるね。Bluetooth は忘れへんねやね。任せる前提で仕組みを組む。はい、とりあえずつきました。あとはこれ電源やね。電源、とりあえずね、サブバッテリーがまだすぐできないので、モバイルバッテリーでとりあえず対応しましょうかね。これシガライターってこのソケットこんなんあったかな。スタイルも変わってきた。今の旅にあった理想のトランポールカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。よし、とりあえず OK やね。で、これね、スマホ。どこにつけようかな。こっち？ここ見にくいな。これぐらいがかな。まあ、正面じゃ見にくいしな。こっち側も見にくい。
この辺。この辺につけようか。この辺やな、やっぱり。こっちのタブレットとちょっと被らんぐらいで。ここやね。よし。じゃあこれね、前の軽トラについとったやつ外してきて、裏のね、両面張り替えてきました。これを裏にジャッと水粘着。これ拭いといた方がいい。ちょっと脱脂しようか。はい。これで、取れへんね。OK。で、あと電源ケーブルをうまいことどっか回さなあかんね、これ。この隙間から入れようかな。これね、ケーブル。とりあえずこの中通して、とりあえず今日のところはこんな感じかな。はい、ということでね、今日は納車されたハイジェットトラックのジャンプ、それのね、装備の紹介、そして、コンポの取り付けやってきました。バスのキャンピングカーの方もね、もうだいぶね、完成が見えてきました。引き続きね、頑張って作業の方やってますんでね、また動画の方もアップしていきたいと思いますんで、ぜひ見てくださいね。それでは今日はこの辺で。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。